麻布和系の竹村隆二と申します。まず鶏の唐揚げを作らせていただきまして、今回は玉ねぎのおソースときゅうり酢のおソース2種類のソースで召し上がっていただくことになっております。鶏の唐揚げはジューシーに仕上げるために大きめにわざと切ってあります。さっぱりといただけるきゅうり酢と玉ねぎソースも紹介しているので、ぜひ一緒に作ってみてください。鶏の唐揚げの材料を紹介させていただきます。鶏もも肉、片栗粉、漬け汁として薄口醤油、酒、みりん、水、生姜おろし、玉ねぎソースの玉ねぎ、土佐酢、きゅうり酢としてきゅうり、土佐酢を使います。あとお塩ですね。以上になります。では玉ねぎソース作っていきます。唐揚げで使いますね。先に皮を剥いて芯を取ってあります。少し細かめのがあれば細かめのすりおろしで、すりおろしてください。ご家庭にあるもので大丈夫です。玉ねぎは年中いろいろ使っていただいて大丈夫ですけど、新玉ねぎの時期なんかはやはり玉ねぎに甘みが増えてきますから、より向いてきますね、この料理には。今回は鶏の唐揚げの酸味として玉ねぎのソース使いましたけど、少しオリーブオイルを加えたりとか、そういうお野菜のドレッシングとしても使うことできますので、いろいろ試してみてください。ですりおろしていくと途中ですりおろしきれない玉ねぎ出ると思います。これは軽く包丁で叩いて捨てないで一緒に入れてください。でもそれも食感になるので、そんなにすりおろしと同じだけやらなきゃいけないってことでなくて、軽く叩いたので大丈夫ですからね。では玉ねぎソースを作っていきます。使うのはすりおろした玉ねぎと土佐酢ですね。土佐酢は市販のものを使っていただいても大丈夫です。まず玉ねぎから入れていきます。ちょっと残るのでここに少し加えていくと作業がやりやすいかと思います。軽く攪拌して火にかけていきます。もう強火で一気に沸かしていってください。そして、沸いたところでアクをすくって素早く冷まして、それでおソースにしていきます。1回は玉ねぎのアクをさっと取りたいので、しっかり沸かしてください。でアクをスッと引いたら、それ以上沸かしていると酢が飛んでしまうから、早めに手早くアクをすくってください。中からも少し泡が出てくるほど沸いてきたら、真ん中にアクが集まってきますから、それをさっと引いて仕上げます。こういう感じですね。この状態でももう食べていただくことできますけど、今回はこれを冷まして冷蔵庫に入れてしっかり冷たくしたおソースとしておすすめしています。では塩ずりを軽くして湯通しして、というきゅうりの下処理をしていきます。硬いところ上側だけ少し落としますね。1センチくらい抜いていきます。こういう感じですね。ここで表面軽くで大丈夫ですから、色を鮮やかにしたいのと、少し表面のブツブツ、あと農薬なんかの汚れ、臭み、そういったのを少し、きゅうりの生臭さを取るという意味ですね。軽くで大丈夫です。これで洗い流します。ではきゅうりを湯通ししていきます。茹でるわけではないので、ほんと3秒とか5秒くらいで大丈夫です。すぐに冷水に落としてください。ではきゅうりをすりおろしていきます。これも少し細かめの方がいいと思います。家庭で、あるもので大丈夫ですけど、細かいものがあれば細かい方を選択してください。すりおろしたきゅうりを汁気を切っておきます。今回はきゅうりのこの汁気は使わずに、底の部分に土佐酢で味をつけていくと思ってください。
少し軽く落とすぐらい。あんまり切りすぎるときゅうりの美味しさが減りますから、軽くでいいと思います。これぐらいですね。2本でこれくらい汁が出てきます。この汁は捨てないで冷やして飲んでください。きゅうり酢と合わせる土佐酢はあらかじめ一度沸騰させておきます。さっと沸騰させて、酸味をまろやかにすればよく冷ましてください。これくらい一度沸いたら火を止めて冷ましておきます。唐揚げの鶏もも肉をつけるつけ汁を合わせていきます。薄口醤油ですね。で、お酒、みりん、水など加えていきます。で、最後に軽く香り付けと臭み取りに生姜のおろしを入れていきます。こういう感じです。では鶏もも肉掃除していきます。軽く筋を取るだけで大丈夫です。硬いところを手で触って骨のようなところあれば少し取る、これくらいで大丈夫かと思います。全体的に取り残してある骨とかそういったのがなければもう大丈夫です。で、少しここの足の下の方だけ少し筋を切ってあげて、今回のポイントは小さく切りすぎないということですね。だから1枚約 300g の鶏もも肉を6等分の少し大きめ、そうすることで、よりジューシーに仕上げるということで、小さく切らないっていうのが今回のポイントです。6等分ですね。このつけ汁の中につけていきます。浸っていれば大丈夫ですから、2枚分すべてこのつけ汁の中に入れてください。軽く混ぜる感じでなじませて、これで20分置いてください。では今回唐揚げは片栗粉をまぶして揚げていこうと思います。少し片栗粉の方が皮がパリッと揚がると思いますから、別に小麦粉でも大丈夫です。家庭になければですね、小麦粉で代用してもらってもいいです。少ししっかりなじむように軽くでいいですから、片栗粉を叩きつけるようにしてあげてください。今回2度揚げにするので2分間揚げていきます。170度から180度くらいで、2分まず1度目揚げていきます。で、2分一度揚げて休ませた後、さらに2分、今回はその2度揚げの方法で、火を入れていきます。それというのはちょっと大きめに切ったから、一度でずっと火を入れていくよりも余熱を使いながら火を入れていくのがより効果的になると思います。じゃあ2分経ったので一度揚げていきます。これで2分休ませています。休ませてる間に火が入ってないと思われがちですけど、この余熱でも十分火は入っていってますからね。2分経ったのでもう一度入れていきます。さらにもう2分揚げていったらちょうどいいくらいに火が入っている頃だと思います。だいたい 300g で6等分の重さですね。で、また2分経ちましたので、先ほどより焦げ目がいい感じになってきましたね。きつね色といいますかね。これからまだ冷めていく間にもさらに火は入っていきますから、これくらい揚げれば十分中に火は入っているかと思います。ではきゅうりのきゅうり酢ソースを作っていきます。これは召し上がる直前に合わせてください。両方冷たくしているのと直前に合わすっていうことが今回のきゅうりのおソースのポイントです。では盛り付けしていきます。先ほどの唐揚げですね。これにきゅうりのおソースを、このまま食べても十分食べれるくらいの味はついているのでいいんですけど、今回はこのきゅうりのソースをかけて、酸味と
共に唐揚げを食べてもらうっていう感じですね。こういう感じです。はい、もう一つは玉ねぎのソースをかけて召し上がってください。今回はきゅうりのおソース、両方とも酸味がありますけど、こういったおソースで唐揚げを食べるっていうことの紹介ですね。玉ねぎはこうスープごと飲んで食べてください。